こんにちは。ハットポーラーベアです。夏になると食欲が落ちて、サラダだけ、そうめんだけ。気づけば3日連続そうめん、なんてことありませんか？ちなみに僕はあります。薬味を変えて、今日は別の料理ということにしていました。実はそれ、夏に痩せるどころか、逆に太る原因になるかもしれないんです。軽く食べてるのに、なんで？今日は、その少々理不尽な仕組みを見ていきます。まず、大きな誤解から、夏は暑いから、そんなにエネルギーはいらない、そう思いがちですよね。でも、専門家によると、夏に必要なカロリーが大きく減るという科学的根拠は、実はないそうです。体はエアコンと違って、弱運転モードにはなってくれません。必要なエネルギーは、夏も冬もそれほど変わらない。なのに、食べる量の方は、夏になるとぐっと減ってしまう。ある研究で、その減り具合が実際に測られています。さて、ここでちょっと考えてみてください。必要な量は変わらないのに、夏、僕たちの食事量はどれくらい減っていたと思いますか？ちょっとクイズです。よかったら一緒に考えてみましょう。ある研究では、夏の食事量は冬に比べてどれくらい減っていた？ 1、ほとんど変わらない。2、約1割減。3、約4分の1減。4、半分以下に減少。正解は3、約4分の1減です。つまり、食事量が4分の1になったのではなく、冬より 25% ほど少なくなっていたということです。体が必要とする量は大きく変わらないのに、食べる量だけが勝手に減ってしまう。定食で言えば、ご飯半分と小鉢が1つ、こっそり消えているくらいのズレです。誰も注文していないのに、勝手に小盛りにされている状態。まずは、これを覚えておいてください。じゃあ、なぜ夏は食欲が落ちるのか。これは気のせいではなく、ちゃんと理由があります。暑さが脳を刺激して食欲を抑えたり、食欲に関わるホルモンのバランスを変えたり、さらに軽い脱水や体温調節に体が忙しくなることでも、お腹すいたのサインが鈍くなるんです。体が今は食べてる場合じゃないと勝手に判断している状態ですね。いや、こっちは食べたいんですけど、と言いたくなりますが、体は聞いてくれません。問題はここからです。日中、食欲がないからと軽く済ませすぎると、どうなるか。夜になって強い空腹がドカンとくるんです。昼の自分はそうめんで十分。夜の自分は冷蔵庫のもの全部出して。同じ人間とは思えない変わりようですが、これが太りやすいパターンの一つです。おまけに熱帯夜で寝不足が重なると、さらに食べ過ぎやすくなると言われています。昼にサボった分は、夜の自分が利子をつけて取り立てに来る。なかなか厄介な仕組みです。じゃあ、どうすればいいのか？記事で紹介されているポイントです。コツは、量をただ減らすのではなく、中身を組み合わせること。タンパク質、炭水化物、脂質、そして水分の多い野菜。これらをバランスよくとる。それと、意外なポイントが一つ。冷たいものばかりだと満腹感が出にくく、実は温かい食事の方が満腹感に関わるホルモンが出やすい可能性があるそうです。そうめんに罪はありません。ただ、たまには温かい仲間も一品、隣に呼んであげてください。それだけで満足感が結構変わるかもしれません。まとめです。今回のポイントは3つ。1つ目、夏でも体が必要とするエネルギーはそんなに減らない。2つ目、食欲が落ちるのは暑さやホルモンのせい。
体が本当にいらなくなったわけではない。3つ目、軽く済ませすぎると夜の自分が取り立てに来る。量を減らすよりバランスと温かい一品が鍵。夏バテ対策のつもりの軽い食事が逆効果になっていたかもしれない。ちょっと意外な夏の食べ方の科学でした。あ、そうめん、3日目の方。薬味を変えても料理は変わりませんからね。それではまた。